皆さんこんにちは。今回は台湾に1泊2日で旅行をしてきました。ご飯おいしい、綺麗な場所が多い、日本から近いこの台湾という旅行先は最高な場所だと思いました。今回私がどのようなルートを通ったかを紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。今回私はビーチで台湾へ行きました。富士山がとても綺麗でした。平日に行ったのですが、往復で4万5千円くらいでした。F 側の窓側に座ると富士山を綺麗に見ることができます。去年行った時も確か F 側に座ったと思います。ピーチで羽田から桃園空港に行きました。桃園空港からは電車を使って台北へ向かいます。羽田空港を朝5時半くらいに出発して桃園空港に着くのは10時ちょっと前。そこから1時間くらいかけて移動してくると、だいたいこの辺りで11時近くとなります。松本清が本当に松本清でした。街中で見たんですけど、スシローもスシローでしたね。台北駅で淡水新義線に乗り換えます。11時、とてもお腹が空いているので、ここで小籠包が有名なディーンタイフォンに向かいます。私は東門駅で降りました。これ現地の言葉で言うとドンメンになるのかな。なんとなく似てるけどね、ちょっと読み方が違いますよね。台北101、もやがかかってすごい高い建物にやっぱ見えますね。実際高いですけどね。ということで東門駅から歩いて5分くらいでディーンタイフォン到着しました。ここでチケットを受け取って順番待ちをします。ディーンタイフォンに到着したのが11時半くらいだったので、まだそんなに混んでなかったので15分くらいでお店に入ることができました。お腹いっぱいご飯を食べた後は国立台湾博物館へ向かいました。台湾の歴史的な展示物があるとともに建物がとても綺麗です。豪華きらびやかです。東門駅へ戻ってきました。ここからは淡水新義線に乗って台大病院駅へ向かいます。この電車に乗ってると淡水という場所へ行けるのですが、海辺を楽しめるとても素敵な街です。淡水駅とは逆側の造山駅、ここでバスに乗り換えるとランタン揚げで有名な10分に行くことができます。台大病院駅へ到着しました。駅が広くてとてもかっこいいです。駅に着いたら228和平公園側に向かいます。台湾っぽい建物が見えてきました。木の上にリスがいました。日本では野生のリスをなかなか見ないので、とても珍しいものを見ることができました。この建物も公園内にあって無料で見ることができます。この辺りの建物は赤が多く使われています。なんで赤なんですかね。何かしら理由があるんだと思います。理由は分からなくても見てるだけでとても面白いものです。国立台湾博物館へ到着しました。和平公園に隣接しています。台湾にいる動物のこととか原住民のこととか様々な展示がされています。それも面白いんですけど、何よりもこの建物すごく見応えがあります。この博物館の道の真向かいにある古生物館も共通チケットになっています。展示物も、そしてこのレトロな建物もあっという間に時間が過ぎてしまうぐらいとても面白かったです。ここからは台北駅に戻って9分へ向かうんですけど、その前に台湾で大好きなトーファを食べてから行きます。看板を見つけてふらっと寄っただけなんですけど、とても美味しかったです。どこのお店で食べてもね、美味しいです。トーファ本当におすすめのおやつっていうんですかね、料理だと思います。このトーファっていうのは豆腐に砂糖水をかけたような食べ物です。トッピングでタピオカだったり、あとは茹でた落花生だったり、あとはねうぐいす豆とかゼリーっぽいのをトッピングにしているお店も今まで見たことがあります。
って温かいのと、あとは氷をかけて冷たいトーファーもあったりします。生姜の香りがするトーファーも食べたことがあります。いろんなお店でいろんな味が出てるので、フラッと入ってもね、この味初めてだっていうところにね、結構出会うことがあります。ここからは電車とバスを使って9分に向かいます。坂道に立ってる建物がとてもきらびやかで綺麗で、とても有名な場所です。台北駅からルイファン駅まで台鉄に乗って向かいます。悠々カードが使えるのでとても便利です。4番側のプラットフォームに向かいます。区間って書いてあるのが各駅停車です。私は桐生行きに乗って8都で降りて待って、次に来た電車でルイファンに行こうと思ったんですけど、パッと目が覚めたら3校にいました。寝過ごしました。8都に戻ってきました。すごい雨。これね、雨すごく強かったです。おしゃれな電車の塗装を見ながら電車を待っていたんですけど、なんと私のところに来たのはルイファン行き。なんとラッキーな。ということでルイファン駅へ到着しました。ロッカーがあります。小銭を使うので財布の中用意しておきましょう。9分行きのバス停はルイファン駅を正面に見て右側の方に歩いていくとあります。9分行き、この177とか179とか書いてあるのがバスの系統になります。なので結構たくさんバス出てます。そしてこの路線バスじゃなくて観光バススタイル、それでぐいぐい山を上がっていきます。結構ね酔います。私ね弱いのですごく酔いました。ということで到着したんですけど、残念ながらの雨でした。台北駅を2時半くらいの電車に乗って、だいたいここに着いたのが4時半くらい。寝過ごしがなければもっと早く着いたかもしれないんですけどね。私が行った日が日没が5時ちょっと過ぎくらいだったんで、4時半くらいに着いたのは実はベストタイミングでした。9分といったらだいたい写真で出てくる有名な坂のお茶屋さんとかね、あるところ、あの辺りは日没過ぎてから見たいので先にいろいろ回りました。この街並みを散策するだけでも面白いんですけど、お土産屋で結構ねのんびり見たりしてるといつの間にか時間が経っていたりします。それでね、この観光気分になってるっていうんですかね、お土産をこういった初日からたくさん買っちゃう悪い癖だと思っております。ほぼ一本道になっており、枝道があるようなイメージです。栄えてるところをずっと歩いていくと、一番端の方っていうんですかね、末端がこの辺りになります。この提灯の感じがたまらない、いい場所に来ました。ある程度暗くなってきたので有名な坂道のところに行きます。残念ながら雨びっしゃびしゃ降ってました。ただね、この雨のおかげか何かでちょっとねきらびやかさがね増して見えてるんですね。なのでこれはこれでありだなと思ってしまいました。9分の楽しみ方について私の場合は2パターンに分けています。今回のように日没の1時間くらい前に着いてお土産屋さんによってお土産買ったりして暗くなったら有名なこの坂道に来るっていうパターンと、2時くらいに来てご飯とか食べたりのんびりして坂を見て帰るっていうパターンがあります。私は夜台北に戻りたい派なんですけど、9分に夜泊まるとそれはそれで綺麗な景色を見ることができるそうです。台北に19時半くらいに戻ってきました。ここからホテルのチェックインをします。今回宿泊したのは山水閣という日系のホテルです。とても良かったです。チェックインが終わった後は寧夏夜市に向かいました。バス停からバスに乗ったんですけど、 Google マップで行き先で検索して見ると
バスの番号まで出てくるので結構頼りがいがあります。夜市は歩いてるだけでこのいい香りがすごくしてきて、お腹がもう減りすぎちゃってしょうがないんですね。美味しそうなお店がたくさん並んでいて、もはやどこで食べればいいのか悩みすぎてしまうぐらい本当に美味しそうなお店がたくさんあります。並んでるお店の食べ物全部食べたいんですけど、油が辛い年になってきました。そのため正直量はそんなに食べられなかったです。そんな中での私のベストバイはこのカステラ、それからウインナー、ソーセージをねロールで巻いてるんですけど、とても美味しかったです。油っぽい食べ物を食べた後はやっぱりタピオカです。とても美味しかったです。お口直しには最高でした。あとね、このタピオカ飲む時って蓋のところに1個穴を開けてあげるととても飲みやすいです。朝の7時です。夜あれだけ油で胃がもたれてたのに、朝になるとしっかりとお腹が空きます。なのでここで朝ごはんを食べに行きます。ホテルから北東の方に5分くらい歩くと市場があります。その市場の先のところに夜は夜市をやってるんですけど、朝も何店舗か出店が出ています。今回はそこの出店のご飯を食べていきます。お店の数はそんなに多くないんですけど、ただしっかりと朝ごはんを食べることができます。まず私が食べたのは、まずって何個か食べてるってことなんですけど、ここで小籠包を食べました。小籠包っていうとね、リンタイフォンみたいに中にこのタレっていうかおつゆっていうかね、出汁が入ってるようなイメージがあるんですけど、本来の小籠包はこの小さい肉まんのようなこのスタイルだそうです。この小籠包一口、二口サイズですね。で、とても美味しいです。何回食べても美味しい。次に食べたのはよくあるなんとかなんとか餅って書いてあるね、例のやつです。で、ここはトッピングは今回チーズにしてみました。卵とチーズが中に入っています。これもね、ソースとか何から何まで全部が美味しいです。朝ごはんにぴったり。そして朝ごはんといったらやっぱりそうめんです。私はこのホルモン入りのそうめんを食べたんですけど、すごく美味しかったです。少しね、ニンニクの香りとかもしたりしてね、あとはね、辛みはね、自分でこう味付けをしていくんですよ。これ赤いやつが辛みの成分ですね。とても美味しかったです。朝ごはんを食べてチェックアウトをしたら9時から出発します。2日目の朝、一番最初に向かうのはディーフアラオジエです。そこまで遠くないので歩いて行ける距離なんですけど、あえてここは MRT に乗りました。民権西路駅から1駅だけ乗って大京東駅に来ました。ここからは歩きで向かいます。駅の近くで朝市が開催されているようです。こういった景色とても好きです。駅から歩いて10分ぐらいですかね。それぐらい経つとだんだん街並みが古い街並み、ラオジエっていうんですかね、老人の老に街って書くんですけど、だんだんその雰囲気が出てきます。このように外壁がレンガで作られてたり、あとはこのチーローですねがあったりすると、本当に昔ながらの景色、レトロな景色を楽しめて、歩いてるだけでも楽しいです。それとこのエリア、干したいわゆる乾物とか干物とか、そういったものが有名です。こんなどっさりのニンニク使い切るんですかね。なかなかすごい量です。私はこのエリアで毎回買うものがあって、薄皮付きのカシューナッツ、これがとても美味しいです。日本でも薄皮付きのカシューナッツ売ってるお店はあります。この辺りで買うとサイズとかね、味は全く同じなのに、円安でも半額以下くらいで買うことができます。ディーフアジエ、ある程度歩いたらここで東側に向かい、
シャンレン駅へ向かいます。昨日来た寧夏夜市、昼間見ると全く出店がない、こんなに車が並んでるっていうね、昼と夜でこんなに違うんだっていうのがびっくりしました。シャンレン駅に隣接している市場、ここに美味しいと噂のトーファーがあるというので食べていきます。トーファーでこの行列ができるってすごくないですか？よほど美味しいのだと並んでる時は思っていました。早く食べたいなーなんてね。日本の観光客も多いのか、おじさんは日本語を使ってくれました。あとね、私の前にいた方も多分日本の方です。日本語を話していました。このトーファー、温かくて生姜の香りがしてとっても美味しかったです。行列ができる意味が分かりました。これはね、美味しい。次回来た時もまた食べたいと思いました。次に私が来たのはロンシャンスー。外壁っていうんですかね、この装飾がすごい細部まで凝られて作られていて、お寺なのでなかなかね、詳しく中まで見てどうこうっていうのはやっぱりちょっと観光客としてはしづらいところはあるんですけど、ただこの建物をね見るだけでもこの装飾の凄さ、本当にどんだけ時間をかけて作られたのかなとかね、いろいろ感慨深いものがねあります。もちろんね、日本の木造のお寺もいいんですけど、この装飾すごいな。やっぱりね、これは現地で見るとこの迫力にすごい圧倒されます。ロンシャンスーを楽しんだ後は中世記念堂へ向かいました。ロンシャンスーの東側にレトロな街並みを見られる場所があります。お店とかそういったところはそんなにないんですけれど、レンガ造りの街並みで休憩スペースとか、あとはねちょっとした教育の資料が置いてあるところとか、そういった場所があります。ちょっとだけね遠回りになっちゃうんですけど、こういったところを歩いていくとその台湾らしさっていうのが見れてとてもいいのかなと思いました。ロンシャンスーから中世記念堂まではあえて歩きで行ってみました。街中を見たかったっていうのもあるんですけどね、ちょっと体を動かしてお腹を空かせないと次の台湾料理、次に食べるねお昼があまり美味しくないのかなと思ってね。Google マップで見るとだいたい30分くらい、徒歩30分くらいになってたんですけど、ちんたら歩いたり撮影しながら歩いたりしてたので、結局はね4、50分50分くらいかかってます。この自由広場の門、白いし大きいしとてもかっこいいですね。大きいこのでかさっていうのは男のロマンですからね。私は最近知ったんですけれど、この門が夜ライトアップされてるらしいです。普通にライトを当てて明るくしてるだけなのか、最近流行りのプロジェクションマッピング的なことをしてるのか、ちょっとねそこまでは分からなかったんですけれど、ただね夜見ても多分綺麗だと思います。門に隣接して劇場とコンサートホールがあって、こういったところでもね赤い塗装がたくさん使われています。こういった細かいところまで見るのも楽しみ方の一つなのかなって思います。あとはここ自販機があるんですね。治安がいいからこういった自販機も置けるのかななんてちょっと思いました。中世記念堂の近くでご飯を食べました。このお肉、スパイスがとても美味しかったです。お店の外観の写真を撮り忘れてしまって、どこのお店か忘れてしまいました。ただねとても美味しかったのでね、また機会があれば行ってみたいと思います。
次に私が来たのは行天宮駅です。ロンシャンスーで綺麗な建物は見たので、行天宮は今回は行きません。占い横丁ってね書いてあって、占いなんかもこの辺りは有名のようです。駅出口を背中にして左の方、北側の方に向かって歩くと行天宮があり、その行天宮の近くに私が今回行きたい場所があります。到着しました。合戦足裏マッサージのお店です。お店に入ると日本語だらけで、日本人観光客向けにもとても助かる、しかも日本円も使えるようです。足を温めてスタートするんですけど、これがすごく痛いです。ちょっとねすね毛がお見苦しいのでモザイクかけさせていただきました。このモザイクの上からでも痛がってるっていうのが分かるぐらい、本当に足押されてる時痛かったです。足裏マッサージ受けた後は気分爽快で、金額もこの通りすごくリーズナブル、かなりおすすめのお店だと思います。スーパーでばらまき用のお土産とかね、ちょっとしたおやつとかを買ったら、最後私が台湾のお土産でっていうか台湾のパイナップルケーキで一番美味しいと思ってるお店に行きます。マッサージ店の近くのバス停から3駅ぐらい行ったところのバス停の近くにあるこの台北リージー、月餅とかこの太陽餅もとても美味しいんですけど、なんといってもこのパイナップルケーキすごく美味しいです。パイナップルケーキの漢字のところに土って書いてあるパイナップルケーキがあります。土って書いてあるパイナップルケーキは冬瓜が少ない、そもそも入っていないっていうパイナップルケーキです。色が濃くて味も少し酸味が強いんですけど、私こっちの方が好きです。金額も高いです。ただとても美味しいし、ここはねケチるところじゃないかなと思います。両方買ってね食べ比べもありだと思います。太陽餅なんですけど、お肉が入っていて日本に持ち帰れないものがあって、私はレジで店員さんが教えてくれました。この体内層って書いてあるのが基本はそのお肉とかそういうのを使っていない製品のようです。あとはこのリージーの袋がもらえます。私これお弁当袋に使ってます。サイズがちょうどいいです。美味しいお土産を買ったらここで MRT に乗って台北駅に戻り、桃園空港へ向かいます。この時4時半くらいで、飛行機は9時ちょっと前ぐらいの飛行機です。4時間半くらい時間があるんですけど、少し早めに戻って空港で食べたいものがあります。今回の旅行で揚げた鶏肉食べ忘れてました。とても美味しいです。このお店最高ですね。今回1泊2日の旅行だったんですけれど、台湾のご飯を食べたり、それからマッサージを受けたりね、有名なところに行けたりと、なんとなく楽しみたいっていう方にはねちょうどいい期間かもしれません。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。台湾に1泊2日で行ってみたくなった方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。